夜空にきらめく無数の星々。一見無秩序に散らばって見えますが、太古の昔から人々は星々をつないで星座を作り、そこに神々や英雄の姿を見、季節を知る手がかりとしてきました。時とともに星座の数は増え、今では88星座があります。今夜はその中から合同12星座と呼ばれる12の星座と、それらにまつわる物語をご紹介いたしましょう。英雄ヘラクレスが行った12の難行の最初は、ネメアの森に住む人食いライオンの退治でした。ネメアはヘラクレスが生まれたアルゴスの国の近くにあり、おいしい赤ワインの産地として有名でした。その近くの森にいつの頃からか恐ろしい人食いライオンが住み着き、通りかかった人々を襲うようになりました。困ったネメア国王は勇者を募り、ライオン退治に向かわせましたが、誰一人戻ってきませんでした。そこでヘラクレスが退治を命じられることになったのです。ネメアにやってきたヘラクレスは、まず森を案内できる人を探しました。しかし、森の近くに住んでいた人々は皆ライオンの犠牲となり、案内員など見つけられようはずもありませんでした。仕方なくヘラクレスはたった一人で森の中へと入って行きました。道もわからぬ森の中をさまよい続け、20日ほどが過ぎた頃、ようやく人食いライオンに出くわしたのです。ライオンの口は真っ赤な血で染まっていて、どうやら獲物を襲ってきたばかりのようです。ヘラクレスはとっさに茂みに隠れ、ライオンに矢を射かけました。しかし、その皮膚は鋼鉄でできているかのように、矢はみんな弾き返され、全く刺さりません。弓矢では太刀打ちできないと悟ったヘラクレスは剣を抜くと、鋭い雄たけびとともに茂みから飛び出し、何度も何度もライオンに切りつけました。しかし、剣も全く歯が立ちませんでした。すぐに曲がり果て、刃先はボロボロになってしまったのです。しかもその間、ライオンはうさんくさそうにしているだけで、ヘラクレスの方を見ようともしませんでした。どうやら蚊に刺されたほどにも感じていないようです。ヘラクレスは使えなくなった剣を投げ捨て、今度は太い棍棒を手に渾身の力を込めてライオンの頭を殴りつけました。しかし、棍棒は真っ二つに折れてしまいました。今度ばかりはライオンも黙ってはいませんでした。牙をむき、ものすごい形相で睨みつけると、次の瞬間、ヘラクレスめがけて飛びかかってきたのです。ヘラクレスはとっさに身をかわしました。そしてライオンを素手で押さえつけ、暴れるライオンの首を3日3晩絞め続けて、やっと退治することができました。ヘラクレスは退治したライオンの毛皮を剥ぎました。そして森を抜けて
ネメアの町に戻ったのです。そこで大歓声とともに迎えられ、手厚いもてなしを受けました。そしてこの出来事は瞬く間にギリシャ中に知れ渡り、英雄ヘラクレスの名は一躍有名になったのです。しかしこれを快く思わなかったのがゼウス神の妃ヘーラ女神です。女神はヘラクレスを憎んでいたため、あのヘラクレスを相手に3日間もよく戦い続けたと人食いライオンをねぎらい、その姿を星座にしたのです。こうして獅子座が誕生しました。ヘーラは他にもヘラクレスに退治された怪物たちを星座にしています。蟹座、海蛇座、竜座がそれです。はるか昔、ギリシャの国では一年中穀物や果物、木の実がたわわに実っていました。農業の女神で豊穣の神でもあるデーメーテールは、地上の生き物を大きな愛で包み、豊かな恵みを与えていました。女神にはペルセフォネーという美しい娘がいましたが、冥界の王ハデス神が彼女に恋をしてしまいました。ハデスは神々の王ゼウスの兄ですが、陰気で無口な性格のため誰からも好かれず、それはデーメーテールも同様でした。兄から相談を受けたゼウスは、それまで恋をしたことがなかった兄のために、ぜひとも力になりたいと考えました。ゼウスは兄に、デーメーテールに見つからぬよう、密かに冥界に連れて行くがよいと耳打ちしたのです。ある日、ペルセフォネーが友人たちと花を摘んでいると、突然大地が割れて真っ黒な戦車に乗ったハデスが飛び出してきました。ハデスはペルセフォネーを抱きかかえると、再び大地の中へと姿を消してしまいました。それは一瞬の出来事でした。その場にいた人々が悲鳴を聞いて何事かと顔を上げた時には、大地はすでに元に戻っており、ペルセフォネーの姿はどこにも見当たりませんでした。デーメーテールは娘を探して世界中をさすらい歩きました。しかし見つかりません。その姿を見て気の毒に思った太陽神ヘリオスが真実を教えてくれたのです。ハデスの住む冥界は、神々が足を踏み入れることができない場所です。デーメーテールは激しい怒りと深い悲しみに襲われました。そして神殿に閉じこもり、姿を現さなくなったのです。デーメーテールの愛は地上に降り注がなくなりました。すると、地上の植物や穀物はみるみる枯れてゆき、何も実らなくなってしまいました。このままでは命あるものすべてが死に絶えてしまうと恐れたゼウスは、ペルセフォネーを母のもとへ返すようハデスを説得しました。神々の王の命令には逆らえず、しぶしぶ承知したハデスでしたが、ペルセフォネーを返したくない一心で、ある策略を考えつきました。
地上へ帰るペルセフォネにお別れのプレゼントだと言ってザクロの実を送ったのです。そのザクロがあまりに美味しそうで、ペルセフォネは思わず4粒ほど口にしてしまいました。しかし、実は冥界の食べ物を食べた者は冥界から出られないという掟があったのです。帰ってきた娘を見てデーメーテールは喜び、それとともに大地から緑の芽が一斉に顔を出しました。しかし次の瞬間、女神の心は再び凍りつきました。ペルセフォネが死者の国の食べ物を口にしたことを聞いたからです。ゼウスがハデスとデーメーテールとの間の仲裁に入りました。そしてペルセフォネは1年のうち食べた実の数の4ヶ月間を冥界に行き、残りの8ヶ月は母のもとで暮らすことを命じました。神々はゼウスの命令に従うしかありませんでした。この時からギリシャに冬が訪れるようになったといいます。母と娘が離れ離れになる4ヶ月間は、デーメーテールの深い悲しみのため、植物は枯れ、何も実らない冬となります。しかし、ペルセフォネが地上に戻れば、喜びにあふれ、その瞬間から再び草木が燃えいずる春になるのです。乙女座はデーメーテール、あるいはペルセフォネの姿だと言われています。天秤座は正義の女神アストライアが持つ天秤を表しています。人が死ぬと女神はその人の魂を天秤に乗せて測ります。生前に善人だった者の魂は軽く、天国へ行くことを許されます。しかし、悪事を重ね、神々を敬わなかった者の魂は悪に染まって重くなり、天秤は大きく傾きます。そうした魂は地獄へと送られるのだそうです。ギリシャ・ローマ神話によると、人類の歴史には5つの時代があったと言われています。一番初めは黄金時代です。人類は大地から生まれてきました。争いを知らず、愛情深く、神々と共に地上にいました。人間が子供の神を育てたり、神々の争いをやめさせて仲直りさせることもあったといいます。気候は一年中暖かく過ごしやすく、食べ物は豊かでしたから、人々は暑さや寒さをしのぐ必要はなく、働くこともありませんでした。病気にもならず、とても長生きでしたが、やはり人間の命には限りがあり、やがて寿命を迎えてこの世を去りました。次に、神が人間を作りましたが、この時代の人々は次第に傲慢になり、以前のように神を敬うこともなくなりました。神々は人間に愛想を尽かし、一人、二人と天上へ去って行きました。地上には四季が訪れるようになり、冬の寒さをしのぐため、人々は家を作って住むようになりました。また、一年中豊かだった食べ物は冬には実らなくなり、
麦や野菜などを栽培しなければならなくなりました。神々は地上からいなくなってしまいましたが、ただ一人、正義の女神アストライアだけは人間を見捨てることなく地上にとどまっていました。しかし、人々のあまりの傲慢さに腹を立てた神々の王ゼウスは、地上に大洪水を起こして人間を一人残らず殺してしまいました。これが銀の時代です。次に銅の時代が来ました。この時代の人々はトネリコの木から生まれました。人々は生まれつき戦いを好み、親子兄弟さえも殺し合うようになりました。それまではなかった殺人がはびこり、女神アストライアが手を差し伸べる間もなく、お互いに殺し合って自ら死に絶えてしまいました。次に来た英雄時代には、神々を父とし、人間を母として何人もの英雄が生まれ、正義のために働きました。彼らは優れた能力を持ち、気高い性格で人々のために力を尽くしました。人間の間には悪がはびこり、相手を騙したり、金を盗んだり、弱い者をいじめたり、殺人を犯す者もいましたが、アストライアは英雄の存在に励まされ、人間を見放すことなく正義に導こうと力を尽くしたのです。やがて英雄たちがいなくなり、鉄の時代が来ました。人々は以前にも増して欲深く、自分の利益のためには平気で嘘をつき、悪いことをするようになりました。残忍で戦いを好み、たびたび大きな戦争を起こして、たくさんの人々の命が失われました。こうなっては、さすがのアストライアもとうとう人間を見放し、天上へと帰っていってしまったのです。天に昇ったアストライアの天秤は天秤座となりました。また一説には、女神の姿は乙女座になったとも言われています。オリオンは海の神ポセイドンの息子で、とても腕の良い漁師でした。月と狩りの女神アルテミスでさえ一目置くほどでしたから、一度狩りに出かければ必ずや鹿やウサギなどの獲物をたくさん捕まえて戻ってきました。しかし乱暴なところがあり、自分の腕前を鼻にかけ、神々を敬わないオリオンは多くの神々に嫌われていました。ある日、オリオンは狩りの成功を祝って仲の良い友人たちと酒盛りをしていました。話すことはいつものように自分の腕自慢ばかりです。その上、友人たちは口々にその腕前を褒めてくれるので、オリオンは上機嫌でした。その時、一人の友人が、オリオン、どうすればそんなにたくさんの獲物を取れるんだい？君はよほどガイアに気に入られているんだね、と言いました。ガイアとは大地の女神です。人間のみならず、生きとし生けるものすべてを生み出したとされる母なる神です。漁師が仕留める獲物は、ガイアが大切に育み育てた自然の恵みですから、
漁師はみんなガイアに深く感謝し、狩りのたびに獲物の一部をガイアに生贄として捧げていました。オリオンがあまりにたくさんの獲物を取ってくるので、さぞかし素晴らしい贈り物をガイアに捧げているのだろうと友人は思い聞いてみたのです。しかしオリオンの答えは傲慢そのものでした。大地の女神が俺に獲物をくれているのではない。俺の腕がいいから獲物を取れるんだ。オリオンにはガイアの感謝の気持ちなどまるでなく、生贄を捧げたことも一度だってなかったのです。すっかりお酒に酔い、さらに調子に乗ったオリオンは、たとえガイアが獲物を俺から隠したとしても、どこにいるか俺にはすぐわかる。女神の助けを借りずとも、俺の腕にかかったら、どんな生き物だって、あの呪い亀を捕まえるみたいに簡単だ。クマやライオンだってわけはない。一撃で倒すことができる。と言い放ったのです。これを聞いたガイアは烈火のごとく怒りました。オリオンは自分への感謝の気持ちなど毛頭なく、それどころか逆に見下したのです。常々傲慢なオリオンを疎ましく思っていたガイアの怒りはこの時頂点に達しました。そして一匹のサソリを呼ぶと、オリオンを刺し殺すよう命じたのです。サソリはこっそりオリオンの足元に忍び寄ると、その足に思いっきり猛毒の針を突き刺しました。声を上げる間もありませんでした。毒は一瞬で体中に回り、オリオンはその場にばったり倒れると、そのまま死んでしまいました。この手柄でサソリは正座になりました。後にオリオンも正座になりましたが、オリオン座はサソリ座が東の空に昇ってくると西の地平線の下へ隠れ、サソリ座が西の地平線の下に姿を消さないと東の空に昇ってきません。それは星座となった今もオリオンがサソリを恐れているからなのだそうです。